ということで目の前来てますね、イタロさん。なんかあれだね、火の鳥みたい。お、発車した。じゃあローマまでの Io sono a posto, però volevo dire, visto che siamo io e te. 今無料でもらいました。思っているよりこの辺って田舎だね。ここがですね、はい、悪名高き駅のところです。こんにちは、前世猫男です。私は今イタリアのミラノにおります。ということで後ろがですね、ミラノセントラル駅になります。ミラノ中央駅です。本日はですね、このミラノからイタロというですね、いわゆる新幹線みたいなやつに乗って、首都ローマに移動していきます。ただまだね、あと3時間ぐらいあるので、この辺をねちょっとブラッとしながら、そしてご飯をね食べようかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。前回夜着いたんで全然こっち側見てないんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。すごいね。またね、電車乗る前に中の様子はお届けしようかなと思います。行っちゃった。フェンディの路面電車がある。おしゃれすぎだろ。ローマと違ってですね、こっちは近代的なこういうビルなんかもあります。それが大きな違いみたいです。すごいね。おー、レトロなやつだね、路面電車。ミラノはね、容赦なくみんな突っ込んでくるんで、気をつけながら横断していきましょう。左折右折関係なくバンバン開けます。ということで到着しました。目の前のパラソのところが、行こうとしているお店になります。評価が、4.3 の8651。めちゃくちゃ高評価のところということで入店しました。一応ね、この QR コードからやるっぽいですね。英語ある。英語になってた。何これ、自分で作れんの？はー、すごい。自分で作れるんだ。ここにあるね。ただこの辺は英語じゃないんだ。いろいろあるね。ドリンクメニューも結構豊富。この後ローマに移動しないんだったらちょっとお酒飲んでもいいかな。昨日のやつある。真ん中に見えるかな。ある。気になったのでね、このゴロソってやつにします。カート追加16ユーロ。何これ、音もいないんですよね。音もいないんすよ。さすがにパスタとパンはね重いからやめよう。いいえ、ありがとう。ティラミスね。いいや、とりあえずこれで送ります。キッチンに送る。 Google 翻訳の日本語すげえな。ということでオーダー完了しました。16ユーロです。店はですねこんな感じです。屋外の席もあったり屋内も、私はもう外でいいかって言われたので外にしました。意外とちょっとひんやり。中はねこんな感じですね。店員さんも結構気さくでね、たくさん話してくれて大丈夫かって言ってくれました。イケメン店員さんが持ってきてくれたのはちょっとね飲んだことないやつ試してみようと思ったら、多分オレンジのやつになります。じゃあ早速入れていきます。じゃあ入れていきます。美味しい。オレンジーナみたいな感じです。今ねミラノでカフェ探してたらご覧ください。 1.1 の評価を見つけた。89個口コミあって 1.1 ってほぼみんな1じゃん。気になるから。やば、2杯で44ルーロ。やばすぎだろ。詐欺のお店みたいですね。はい、ということで注文したゴロソ来ました。
めっちゃ美味しそう。他の方はねパンを頼んでるんですけど、私は頼んでなかったのでいるって言われて大丈夫って言ってきました。よし、じゃあ改めていただきます。これ日本みたいにねスプーンを使わずにフォークだけのところで、まずトマトから。美味しいね。本当はねこういう食べ方が、本当のあれらしいです。日本のはあれスプーンで巻きつけるのは日本の風習みたいですね。独自の風習みたいです。じゃあいただきます。一言で言っていいですか？めちゃくちゃうまい。でも確かにパン欲しくなるかもしれない。ということで結局パンを追加しました。食べてきました。ごちそうさまです。すごいねいいお店でした。店員さんも優しかったし、ご飯美味しかったし最高。お支払いがですね17ユーロで3026円です。いい値段するね。いい値段する。でも仕方ない。これがイタリアだ。では今からここのカフェパスクーチっていうところ行きます。まだ2時間あるからね。ということでイタリアで初めてのアイスアメリカーノ頼みました。なんか半笑いしながら渡されました。多分頼まないんだろうね。いただきます。ちょっと薄いね。あと絶妙にねストローの長さが合わない。めっちゃ人増えた。じゃあそろそろね、めっちゃ人増えた。カフェで2時間ほど休憩をして駅にやってきました。2時20分発のローマ行きに乗っていきます。あった。ここから3時間10分かかりますね。ちなみに駅はこんな感じです。すごいよね。なんか本当にすごい。東京駅のね昔の風景が残るあちらに似ているような、でもやっぱり全然格が違う。この見た目はすごい。ここにですね、トイレがあるんですが、なんと入場料 1.2 ユーロかかります。日本じゃね考えられないんですけど、海外だとこれが当たり前です。1回入るのに213円もかかる。やばいね。わー、こんな感じだ。そうか、こっから来たっけ。全然記憶ないな。さらになんかホテルっぽい感じ。ここで、時刻表とどのプラットフォームに来るのか確認した上で、この右のですねところでチケットをかざして入る感じになります。出ましたね。17番に来るみたいです。今回はですね座席を指定しまして、トータル合わせて 43.9 ユーロです。日本円に換算すると7800円ぐらいです。座席はですね4人掛けの席と対面の2人座席と1人席があって、絶対に他の人と対面をしたくなかったので1人座席の席にしました。ちなみに予約なんですがだいたい1ヶ月ぐらい前にしました。それでこの値段だったので、もしねもうすでに予定が決まっている人は早めに予約しておきましょう。早ければ早いほどこのいいクラスも安く手に入ります。ということでイタロの予約方法について紹介していきます。まずですね、イタロと検索していただくと一番上に出てくるこちらをクリックします。でですね、今回、ミラノですね。から出たのでミラノ、そしてセントラルですね。これをクリックしましょう。そして、今回ですね、ローマに行きますので、ローマテルミニと選択します。で、日付はちょっとざっくりいきますね。日本がゴールデンウィークの5月3日にします。で、一応片道です。で、大人の場合はここに1。例えば60歳以上のシニアの方はここに入れて、逆に、
学生さんとかですね、若い方はこのヤングっていう14歳から29歳の設定のところに1と入れましょう。そして子供の場合は3歳から13歳はここに入れましょう。で、検索をかけてみます。ということで検索結果が出ました。この5月3日に出る便がずらーっとこんな感じで出てきます。で、ここで注目していただきたいのが、値段がですね、それぞれ違う感じになってます。見ていただくと、朝の早い時間はですね、こんな感じで最低が 39.9 ユーロと非常にお値打ちです。で、クリックするとですね、こんな感じで出てきます。エコノミークラス、そして、プリマビジネス、クラブエクスキューティブ、サロットという感じです。で、今回私がですね、乗ったものは、このプリマビジネスっていうのになるんですけども、それだと 49.9 ですね。まさしく私が払ったお金と一緒ぐらいで乗れます。これだとですね、ちょっといい座席になります。後ほど紹介します。で、最安値で行きたいよって方は、このエコノミークラスが 39.9 ユーロになります。日曜日に限っては、こんな感じで、朝の早い時間があるんですが、もうその後はですね、だいぶノーマルの値段になってます。じゃあ試しにですね、月曜日5月4日にしてみましょう。そうするとですね、なんと9時台のところに 45.9 ユーロが出てきたりします。で、ちなみに最安値のこれもありますが、これは売り切れになってます。こんな感じで見ていただいて、私の場合はですね、値段で決めました。正直安かったのと時間帯的にこの時間ならミラノからローマに移動してもいいかなっていうので選択しました。こちらですね、ちょうどこの時間帯のやつを私選びましたね。14時20分。直行便ですね。これを選択してみましょう。コンティニュー。そうするとこんな感じで自分の名前、アドレスを入れる形になります。あとは電話番号ですね。で、これは特に必要はないです。ということで、こんな感じで打ちましたので、今度次に行きます。コンティニューと。ここでですね、もし追加で何かしたい場合は追加する感じになります。ミラノセントラルで、クラブラウンジを利用したい場合は20ユーロプラス。で、こちらはもし万が一キャンセルする場合、キャンセルした時に 80% 返ってきますよというものですね。ただそれには 2.9 ユーロ足してくださいねっていうオプションになります。特になしであればコンティニューにします。ということでこんな感じで、ミラノセントラルからローマテルミニ駅まで14時20分で5時30分、私は全く同じものに乗りました。座席指定をしました。こちらですね、セレクトシート。そうするとこんな感じで出てきます。私が頼んだのですね、4番、ここですね。これが一人掛けの椅子になってまして、進行方向に向いてるものになります。場合によってはですね、これ座席がですね、進行方向と逆向きになってる場合もあります。ただこれはですね、もう行ってみないと正直わかんないような感じです。この号車、2号車に関しては、進行方向に向いた座席多かった気がします。確か全部そうだった気がします。で、ちなみに2人掛けの方はちょっと安いです。2.5 ユーロです。これがエコノミーになるとですね、誰かと共有しなければいけないので、そういうの嫌だなっていう方はぜひですね、プリマビジネスを選択してください。53.9 ユーロになりました。で、あと支払いに関しては、こんな感じで Apple Pay、クレジットカード、PayPal などなどあります。で、ここで支払いをすれば、チケットが購入完了です。簡単な紹介でございました。では、現場に戻ります。じゃあね、17番で確定したので入っていきます。さあ、じゃあさっき言ってたね、チケットのところ行きます。で、私はもう事前に購入しているので、かざせば入れるはずです。Sotto i 10 minuti, Italo per di là. Questo qui? Questo per l'Italia. Italo fast track. Grazie。はい、思いっきり間違えた。逆な。ここね、2つあるんですよ。イタロと、トレニティナーリアみたいなやつがあって、
私はこっちですね。はい、お姉ちゃんゆるーく開けてくれた。あ、もう来てるじゃん。何あれ、村上さんが今出てた。さあこっからもうぐっちゃぐちゃだからね。はい、ということで目の前来てますね。イタロさん来てます。イタロさんと撮ろうかな。なんかあれだね、火の鳥みたい。すごく火の鳥感があります。ウサギかな、あのマーク。さあ私はマジか、これめちゃくちゃ遠いじゃん。マジか。ちなみにこの辺は多分一番安いところじゃないかなと思います。ここからは多分いい座席なところですね。で先ほど言ってたのがこんな感じの座席。後でねちょっと中入ってお見せしようかなと思います。これだ、プリマあった。これですね、プリマ。よいしょ、4だから前の方がいいんかな。よいしょ。はい、ということでイタロの急にトイレにいます。こんな感じですね。でロックは必ずしましょう。誰が充電するんだろう、こんなとこで。はい、トイレこんな感じです。必ずロックしましょう。でですね、このスーツケース置き場がやっぱ取り合いになりまして、見事に惨敗です。このね、横に置かれるともはや無理。このサイズになるともうダメですね。じゃあ座席の紹介です。まずですね、ここに、ドリンクホルダーがあって、これがでかっ、結構テーブルがあります。でここにね充電のあれがありますね。助かる。テーブルがね思った以上に広い。いいね。であとは使わないけど足置きですね。ここに足置きがあります。とこれはあれですね、照明がどこにあるんだろう、わからん。そして私のスーツケースで若干はみ出てるんですよね。なんか怖いな。あそこに入れたかったんだけどな。ちょっと遅かった。まあこんな感じです。座席もここで倒せます。まあ向こうのやつもはみ出てるから大丈夫やろな。多分大丈夫なはず。落ちてきたら終わるな。2人座席はこんな感じです。これもね、良かったのかなと思うんですけども、隣誰来るか分かんないしね、嫌だなと思って、やっぱり私は1人がいいのでこうしました。逆向きの座席もあるので、あれは落ち着かないです。ローマまで一直線で行ってくれます。直行で3時間10分。ちなみにね、座席番号がね、こっちから順番に、この前だと7で、あっちが8、9っていう感じの配列になります。だからね、私が今4なんですけど、ここが5じゃなくて、こっちが5、6っていう感じです。日本と全然違う。で、さっき間違えたのがこっちですね。トリニタリアっていうやつで、こっちが確か国のやつですね。国鉄みたいな感じで、この、イタロがいわゆる私鉄みたいな感じです。ほぼほぼスペックとしては変わりはないようです。どちらかといえば確かあっちの方が安かったはず。発車する。1分前だけどいいんだ、出ちゃうのかな。一応ね、20分前にプラットフォームが決まってたので、それぐらいで来ても全然大丈夫かなと思います。あとですね、この電車、ここはね、全然電話とか自由なんですけども、一切喋っちゃいけない車両っていうのもあります。ゆっくりしたい人用のところなんですけども、それはね、別車両もあります。日本では必要ないかなと思うんですけど、イタリアではね、そういうのがあるみたいです。お、発車した。じゃあ、
ローマまで Io sono a posto, però volevo dire, No, visto sì. che siamo io e te del gruppo Alessandro, ma andiamo. Agosto di Italo, 99, 85, da Milano Centrale. どこだろう、ミラノどっか、ミラノロゴロドっていうところ到着。結構乗ってくるね。最初は結構止まるのに、この駅もすぐ出るから早く乗れって言ってますね。着いても1分2分ぐらいなの。結構急がしてくるんですね。まあ当たり前なんですけど、指定座席なんでね、ずっと右後ろで電話してたおっちゃんが多分座席を違うとこ座ってた感じですね。みんな大移動してる。思っているよりこの辺って田舎だね。日本の新幹線が通るところよりも田舎っぽい感じ。多分車内販売みたいなの来ましたね。これ多分有料なのかな無料なのかなわからん。まあ、聞いてみる。はい、今無料でもらいましたコーラとクッキー。コーラもらいました。いただきます。なんかこういうサービスがあって、まあ私は7800円で買ったんですけども、正直結構安かったのかなって思いました。一応車内でチケットの確認はあるようです。今見せて問題なし。だから無賃で乗るとかはもちろんできません。Non mi aspettavo questo, quindi perdonami, non ero pronta. Devo i soliti 4 dei trasferimenti. マジでなんもないね、この辺。すごいな。めっちゃ田舎だな。そう。家がこの辺に点々とあるね。車必須だね。もうちょっとでローマ中心へ。落書きがめっちゃ増えてきたね。まあさすが悪名高き。今ですね、ここに見える虫がね、リュックの中から出てきた。びっくりした。ということで、ローマテルミニ駅に到着しました。3時間20分長かった。でもね、意外と時刻通りに来ました。意外と優秀。さあ、じゃあこのね、テルミニ駅近くのホテルに取ったのでチェックインをしていきたいと思います。ここがですね、はい、悪名高き駅のところです。はい、ここがですね、例のテルミニ駅です。まあ、すりやら置き引きやらなんやらが多いところとされています。多分こっちだな。まあ今のところはやばそうなやついないけど、まあ気をつけますね。ミラノの時にはそんなに感じなかったんですけど、やっぱローマになると観光客がもう倍以上になってるんで、やっぱそういう人らも増えますね。前からずやっぱり街並みは、はい、綺麗です。駅から歩いて5分ぐらいです。本日の宿はですね、こちらスイートホームホテルです。まあね、ホテルの中の一角っていう感じですね。じゃあ早速チェックインしていきます。はい、じゃあこれで上に上がります。なんだこれ、ホテル名ちげえけど適当だな。こっちが開くの？どこが開くの？あ、こっちが開くんだ。
はい、ということで、ここがホテルです。チェックインしていきます。まさかの入り口。よいしょ。よいしょ。ということで、チェックインしました。まさかのフロントの目の前の部屋でした。マジかよと思って。後ろって聞いちゃいました。じゃあ、簡単にルームツアーです。ベッドがですね、なんて言えばいいんでしょう、もう。クイーンサイズぐらいありますね。バカ広ベッド。そして両サイドに、電気。コンセントが多分ないですね。ないですね。電気だけですね。これは困ったやつだ。で、電気のスイッチ多くない？ここにもあって、そこにもあって、あそこにもあって。どういう動線なんだろう。そして外はですね、また例によって窓開いてるわ。はい、なんて言えばいいんでしょうか。そしてスーツケース置き場、多分ね、広げれないですね、私のサイズは。オーバーです。いや、嬉しい。ハンガーめちゃくちゃあるの嬉しいんだけど、こんなに不揃いなのは初めて。針金のやつ、プラスチックのやつ、木製のやつ、そしてこれジャケットとかスーツ用のやつ。嬉しい。こんだけあれば、選択しようと思う気力も出てくる。ありがとう。さあ、またスイッチあんのこれ。どういうこと？これは、今回は使えそうな金庫が出てきましたね。本当にこれ使える？なんか怪しいね。もうなんか読むのもちょっとめんどくさい感じですね。イタリアは初めての冷蔵庫あります。ちょっと汚いけど、全然冷たくないんだけど。これかな。これか。はい。マックスですかこれ。これ全然冷えないやつじゃん。まさかの2脚椅子があるテーブル。でね、びっくりしたのはこれ、見てください。なんと、日本語が書いてある。珍しいイタリアで。ってことは日本人の方も結構泊まってる感じですね。さあ、バスルームは、ここにあるか。これか。こういう感じですね。もうめんどくさいから、とりあえず、お前の3泊分全部置いとくぜっていう感じの乱雑さですね。いや、3泊なんだけど、なぜか石鹸4つ。これはシャンプー、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 シャンプー。あれですね。オールインワンのやつですね。ただこれも、なぜか6個という、1日2個使いの計算ですかね。そしてね、これ、デザインかと思いきやもう剥がれてきてて、もうなんか、下の素材出てきてます。なんかもう、なんだろうね、地層みたいな感じになってます。そしてね、家庭用の多分ハンドソープ。で、なんか、隅っちょにあるトイレって感じですね。で、なんだこれ、すげえ気持ちばかりのコップも置いてある。で、ここが、シャワールームですね。お湯さえ出れば何でも問題はない。そういえば今気づいたんだけどね、タオルは、1セットしかないみたいですね。ここは3泊するけど、これタオルは毎日補充するパターンですね。で、こちらの宿ですが、本日から3泊します。そして合計が、ざっくり約になりますが、47,000円ぐらいです。で、プラス、市税がかかってきまして、ミラノの時は確か10ユーロだった気がする。で、ローマは15ユーロ。
しかもここは現金のみでした。もうね、全然今回イタリアに入って両替というかキャッシングしてないのでギリギリでしたね。で、一応この部屋はお前のために広いところを開けといたぜっつって言ってくれたんで、まあ多分広いんだと思います。本来であれば多分もうちょっとちっちゃいところかな。兄貴の声が丸木声。多分インド兄貴ですね。はい。ここを3泊滞在します。唐突に Wi-Fi のスピードですが、こちらのホテルは 86Mbps です。まあまあな速さ。これちなみに VPN つないでのこの速さです。秘宝です。なんとですね、コンセントが、ここしかないです。この1個空いてるところしか使えないです。この隣の抜くと、冷蔵庫が切れます。なんという仕組みを。あとはですね、ここのドライヤーのところか。あんまり使いたくないな、なんかすごいよね、これ。年季の入ったところ。ちなみに今ね、扉全然閉めれなかったからお願いしました。立て付けが悪いのか、やり方が悪いのか、よくわからん。で、入り口はこのボタンを押してやると入れます。ということで、この辺はこんな感じで、なんかね、賑わってますね、普通に。いわゆる観光地ではないですが、飲食エリアではあります。ただね、物乞いの人もいたりとかね、やっぱりちょっとミラノもそうでしたけども、イタリアも結構貧富の差が激しいみたいですね。ちっちゃなこんなマーケットもある。フルーツだけか。なんかよりこっちの方に来たらですね、いろんな国の方が混じってる感じです。やっぱりね、いい意味のグローバルなんですけども、悪い意味で言えば近い将来の日本じゃないかなとは思います。なんでこんなところ宇宙してる？日本だったらこれ切符だよ、切符。運転手帰ってきたわ。あっちだ。また歩行者短い。歩行者短いぜ。スーパーこちらですね。カストロスーパーマーケット。ということでいきなり生鮮食品ですね。あれ、やっぱりミラノの方が安いんかな。ローマの方がちょっと高いかもしれないです。フルーツもね、もっと安かった気がする。飲み物はこんな感じ。この辺はあんまり変わりはないかな。前からず常温ばっかですね。冷えたやつどこにあるんだろう。水はあそこか。水はね、一緒の値段ですね。また破かないかんのか。めんどくせえ。兄ちゃんの酒ありました。ちなみにこっちの方がね、高いわ。1.69 確か 1.3 とかだったんであれですね。そして世界共通のハイネケンはこんな感じです。コーラはね高いわ。 0.5 ユーロぐらい高い。いらんな。エビアンとかはこのサントアンナの3倍の値段しますね。1リッターしかないけどやっぱね高いな。はい、スーパーで買い物してきました。水と、ビールを買ってきました。さあ渡ろうここ。そしてね、スーパーから出た途端ですね、このよくわからないでかい建物が出てきました。こちらがですね、サンタマリアマチョレ教会です。めちゃくちゃでかい。すごいね。広場はこんな感じです。ドームのところよりは全然狭いです。中は入れるのかな。ちょっとね、やっぱ移動疲れもあるので、外からの景色で今日は終わろうかな。ファンシーなシティサイドシーイングのローマのバス。さあね、みんな突破してきますね。いいですかね、渡りますせ。今私の後ろにあるね、この店の、
カバンは全部偽物ですね。すっげえ革の匂いをさせてますが、まあおそらくねスプレーでしょうね。はい。この女性の方々は買うんでしょうか、わかんないですけども、ちょうどね宿の近くにこういったスーツケース屋さんもあります。万が一また壊れたらね買えますね。壊したくないけど。確かに安いね。めっちゃ美味しそう。いろいろあるね。はい、ということで注文をしました。もうねホテルで食べようと思います。今日疲れたから。あ、ゲストハウスやってんだここ。ということで、7.68 で、1364円です。よし、おいゲットしました。クロケットってやつも買いました。このお店で有名らしい。もういいや、宿帰ろう。今部屋暗くて明るくしようと思ったら、なんでここでグラデーション出してくるの？そのさ、赤と青みたいなさ、ポケモンじゃないんだからさ。しかもよく見るとちょっとランプの形違うし。ねえ、これ落ち着かんよ、この青色。一筋縄でいかんねえ、ローマ。ちょうどね、多分、私の前が韓国人のカップルで、その前がね、多分ね、日本人のカップルかなと思うんですけど、そんなカップルに挟まれながら、前世猫男、買ってきました。なんか、寂しいですね。茶色のね、リュックを背負って、もういかにもお金ありませんよっていう格好をしながらですね、買ってきました。じゃあね、早速、さっき買ってきたやつ食べたいと思います。そしてここも例によってね、電気ポットがないんですよ。イタリアって、やっぱあれか、ポット使わないのかな。ということでですね、買ってきたもので、嘘、そのまま入ってんの君。ということでですね、びっくりした。クロケットがそのまんまボンと入ってました。こちらがですね、2ユーロで、5.58 ぐらいのやつがこっちにカットしてやるやつです。はい。チンチンだ。いただきます。さあ、このクロケット、このままいくしかないよね。熱いけど。もうすでに中見えてる。見て、見えるかな？うまっ。こんな感じです。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。いや、イタリアもずっとなんか米ないっていうイメージだったんですけど、昨日ね、ミラノで最後食べたリゾットとかね、あるにはあるんですよね。ただやっぱりパン文化なんで、どうしてもピザ、とかね、パンとかそういうのが多めになっちゃいます。すんげえ油。もうサンドイッチ状態ですね。油すげえ。いただきます。うまいわ。あの店美味しい。ということで今日はですね、おしゃれな街でもあるミラノからイタリアの首都ローマまで行く電車の旅をお届けしてきました。ちょっとまたミラノと違った街の雰囲気で、またこれからもね、楽しみな旅ができそうだなっていうのを実感できました。イタリア国内をですね、移動する際はですね、飛行機か、もしくは先ほどの乗っていた電車ですね、を乗ることをお勧めします。ということでご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったよ、良かったよという方はぜひ高評価ボタンをバチーンと、そして配布ボタンもバチーンと押していただけると嬉しいです。そして最後にぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルもですね、年内1000人登録者を目指して頑張っています。ぜひ応援していただけると嬉しいです。それではまた次の旅でお会いしましょう。バイバイ。
この照明何か分かった？妖怪ウォッチだ。